だからゲームの話とか観光の話とか全部、観光はしてないか。全部織り交ぜ、全部ごちゃ混ぜで時系列で話すと、行きの飛行機とか、まあバスの中で、めちゃくちゃ、フードにスト6を聞いたね。こういうのって、なんか、どうやってんのとか、どう考えてんのとか、めちゃくちゃ聞いて、でも、マジ細かく聞いた。めっちゃ細かく聞いた。これこういう時はどうしてるとか、これどう思うとか、こうしたいと思うんだけど、絶対強いと思うとか。江戸線とかじゃないんだよな。もう、スト6全般に言える感じの話をずーっと聞いて。結構それで認識が変わって、なるほどねって思うことがめちゃくちゃ多かったね。実際プレイにも反映されてる。まあ早速されてて。うん。ただフードは、会話をして、プレイをせずに、大会本番でそれをやってたから、この人、確認とかせずに本番でやっちゃうのみたいな。言わない方がいいのかなみたいな感じで思ったらしいけど、結果、すごい、本当に、ためになることを聞けた。まあ、大会だとやっぱり、浅瀬さんありがとうございます。練習つけていただいて、おかげで勝てました。ありがとうございます。そう。で、だから残疑戦とかも、なんか今と全然違くて、いかにラッシュで突っ込んでいくかみたいな、ちょっとスタイルになってて、うん。生ラッシュの使い方はすげえ聞いたんだけど、じゃあ残疑戦もそれでみたいな感じでちょっと頑張ったんだけど、ちょっと違ったみたいですね。うん。てかそのフードの、やっぱ言い方ってさ、まあ彼、ごめんね、すっごいいろいろ聞いたし、めっちゃ勉強になったし、これからも聞いていくと思うんだけど、一個難点があってやっぱ語彙力ないんですよ。だから、生ラッシュって例えばこういう時する。超します。超しますって言うわけ。でもこの、超しますって、俺からするともう、なんか、すごい頻度なわけよ。超走りますよ、みたいな。超生出しするみたいな。言うから、超するんだ、みたいな。と思って、俺も超したのよ。でもあいつの言う超って、後ろで俺こうやって結構見てたんだけど、なんか別に2回とかないよ。1ラウンドに。まあそれでも多分多い方なんだけど。昨今のトッププレイヤーの中では。けどさ、1ラウンド2回ってさ、超なのみたいな感じじゃん、こっちかというと。まあ、超かなみたいな。超しますって言われて、2回って超かなみたいな。うん。でもさ、でもこういうのって具体的に聞くのっておかしいんだよ。相手によって変えるから、それって1ラウンド何回ぐらいって聞くのは、まあさ、確かに野暮な質問というか、まあ相手によりますよって言われて終わりだから、まあでも超するんだなーっていう感じ。で、超したみたいな感じなんだけど。まあそれはいいです。それ以外にも、なんかゲージの使い方とか、置き攻めの仕方とか、まあいろいろ聞いて、なるほどね、みたいな。それを今なんか実践で自分の中に取り込むようにはしてる。頑張ってる。あと、すげえあと話したのは、やっぱ、響のも超聞いたね。まあ主に彼には、リリー戦なんだけど、リリー戦はさ、やっぱ、ちゃんと理解してる人って俺あんまいないと思ってて、まあ俺もそのうちの一人なんだけど。うん、で、いろいろと聞いて、なんか、いや、これこうされると嫌ですねとか、俺はこうされる方が嫌ですねとか、これこっちの方がいいかもしれないですね。超言って。そう、俺めちゃくちゃためになって、なるほどね、みたいな。そう。まあ、すっげえ実りのある旅だった。大会の結果は残念だったけど、いやもう本当情報量は本当交通費と宿代払ってもいいぐらい、俺にとってはね、いい情報だったの。で、まあ、帰ってきまして、で、帰ってきた翌日がトパちゃんなんですよ、試合。で、なんだっけな。その日、帰ってきた日もね、だからなんならね、もう練習しようって感じで、コバヤンと、コバヤン、あと、浅瀬残儀に、帰ってきた日はお願いして、俺、残儀戦、まあ、苦手ってほどでもないと思ってんだけど、やっぱ残儀戦といえば、瑛太くんじゃないですか。で、
瑛太さんにお願いをして、ちょっと、スパをやってもらうんですけど、見てくれませんか？見てくれませんか？もちろんです、みたいな感じになったんだけど、まあでもちょっと待ってごめんと。その前に、一応、残疑戦の勝率教えてもらっていいですか？で、CFN 確認したら、70% ぐらいあったんですよ。71%とかって。で、反対に俺は、俺も低くないんだよ。60弱か。まあ、60くらい。だいたいあんのよね。そう。で、ただね、70はめちゃくちゃ高いんですよ。多分、世界一残疑戦勝率高い人だと思うんで、しかも合計だから、新バージョンでってことじゃん。で、神だなって思って、セコンドってか、ディスコ繋ぎながら、画面、観戦してもらって、3人部屋で、いろいろアドバイスもらって、すげえ考え方が整理されて、なるほど、みたいな。で、まあ、本番、迎えましたね。いや、かなり良かったね、マジで、なんか。てか、なんであんな風に、きちんと整理して考えてるのに、あんななんか、あんなプレイになるのかなっていうか、まあ残疑戦はうまいんだけど、めちゃくちゃね。なんでああいうこう、まあそんな残疑戦で、で、なんかあまりにも残疑戦が良かったから、ちょっとなんか合気戦も同キャラとかやって、アドバイスもらって。まあそれはそんなざっくりだけど。で、同キャラ特別苦手ってわけでもないし。で、まあ無事、瑛太くんのセコンドというか、アドバイスもあって、勝てましたね。大きかったっすね。やっぱそのまあ、板残もそうだし、あとボンがその合気使い始めの、まだ間がない時間帯に当たれたっていうのもでかいよね。これ、土終盤でボンと当たるのと、序盤で当たるのって、全然違うじゃん。そう。それはちょっと運が良かったなって思って。で、一応 CFL 見たらさ、まあ、ルークやってなくて。これは、まあ、これは多分、まあ、先を見据えて合気なんだな、みたいな。まあ、最悪それで、トバちゃんダメでも、まあ、やっぱサウジの賞金がね、高いから、まあ、そっちを見据えて、やっぱ合気するんだろうなっていうのは、なんとなく理屈が分かったから、自分の中で。これは本当に合気しかやる気ないだろうなっていう。なんか分かったから、じゃあまあ合気戦だけやっときゃいいや、みたいな。ですかね。合気このまま使って。合気はね、やりたいですね。てか絶対強いしね。で、あとやっぱね、フードといろいろ話をして、より考えが深まって、整理されて、やっぱ強いじゃん、このキャラって思ったね。ボンちゃんの置き攻めなんであんなに読むんだ？いや、たまたまだよね。たまたまなんだけど、俺からすると。けど、単純に俺が、フードとかと話をして、いろいろと考え方が変わって、置き攻めにも変化が出たわけじゃん。考え方が変わってるから。で、それが、前の俺の置き攻めと逆だったんだろうね。逆に。で、なんか噛み合わなかったっつうか。まあでもさ、本当に、まあこう言っちゃなんだけど、本当にその組み合わせに自信あったら、まああんなに勝負しなくていいと思うんだ。やっぱり使い始めて自信ないっていうのはあったね。コパオーディハード前からやってた。全然やってなかったね。それも、フードにいろいろ聞いて、いや、コパオーディハード強いっす。そうなんだ、みたいな。いや、だからすげえ、あいつをさ、でも、言うことって、なんか、ちょっとパッと聞くと、なんでって思うこと結構あるのよ。例えば、シャガダイオーディ波動は弱いけど、コパオーディ波動は強いっす。みたいな。はあ。なんでみたいな。レンガじゃないっすよねみたいな。暴れたら食らいますよねみたいな。じゃあ強いっす。まあ、言わんとすることはわかんない。だからコパ投げとか、コパシミとか、そのコパンからの分岐があるんだから、オーディ波動っていう選択肢があるのは強いよねって。コパオーディ波動が基本で、コパ投げとかコパシミが生きてくるよねみたいな話じゃん。まあそれはわかるんだけど、でも、シャガダイ波動にすると、単純に当たった時めっちゃ、てかコパ波動ってやっぱ減らないから。シャガダイ波動は減るし、D ゲージも削るし、ないよね。でもコパ波動が強いっつってて。てかなんならオーディ波動、大パンオーディ波動はね、
あんま強くないっす、みたいな。強くないと思います、みたいな。そうなんだ。じゃあしゃがみ中盤、ラッシュはみたいな。要はおかわり。当たる前提の中盤打って、もうそのままおかわりっていうか、当たってたらコンボだし、ガードされてたらもう一回タックルっていう、ラッシュはって言ったら、あんま強くないっす、みたいな。そうなんだ、みたいな。コパオディ波動は強いっす、つって。そうなんだ、みたいな。わかんねえ、みたいな。いや、わかんなくはないけど、いや、本当にみたいな。もう本当かなみたいな。でも、試してやってみると、でも確かに強いかもっていう。すげえやっぱ選択肢が広いっていうか、なんか、例えて言うなら、多分中パンキャンセルラッシュとか、コパ OD、違う、大パン OD 波動っていうのは、手役を狙う感じ。麻雀で言うと。手役を狙ってリーチするみたいな。当たるとでかいんだけど、ちょっと当たりづらいよね、みたいな。で逆に、コパ OD 波動っていうのは、2000点ぐらいしかないんだけど、かなり、上がれますよ、みたいな。そう。多分そういう違いなんだよね。で、2000点ぐらい、やってった方がいいでしょ。で、多分2000点ずつ取ってった方がいい理由っていうのは、多分 SA ゲージが溜まるっていうことと、回るっていうことと、ドライブゲージの回転がめちゃめちゃ良くなるっていう、多分2点なんだよね。やって気づいたの。だから、大物手を狙うよりも、確実ではないんだけども、ヒット率の高い2000点を稼いだ方が、トータルゲージがめちゃくちゃ回って、結果としてゲージが回るんだから火力も出るよねっていう。多分そういう理屈なんだよ。でそこまで説明すればいいんだけど、それはしてくんないね。コバオディオで、はい、強いです。コバオディオで、はい、強いです。みたいな。でも俺も、間違ったことを言わないっていう信頼はあるから、じゃあちょっとやってみようっていう感じで。そう。言ってることは間違ってないみたいな。説明がちょっと、あれなだけで。てか、多分何も考えずに真似する人がいいんだと思うんだ。けど俺なんでかっていうの考えちゃうから、結構苦手なんだけど、鵜呑みにしてやるっていうの。まあでもいいや、ちょっとそんなこと言ってる場合じゃねえなと思って。一旦鵜呑みにしてやってみて。だから、強えわ、みたいな。これはなんか2000点上がれる率すげえ高えな、みたいな。っていう感じかな。